あんなに後悔したことは後にも先にもきっとないだろう。思春期だったから仕方がない、そんな言葉じゃ済まされない。人が自分の過ちに気がつくのはいつだって取り返しがつかなくなってからなんだ。あの日の朝だってお母さんはいつも通り温かい朝食を用意してくれていた。なかなか起きてこない私のためにきっと何度も温め直したんだろう。お父さんと会わないようにわざと遅れて食卓に着いても食事が冷めていることなんてただの一度もなかった。お父さんはお父さんで全く話をしようとしない私にあの日の朝も眉尻を下げながら「行ってきます」と部屋へ顔を出してから仕事に出て行った。私はそんなお父さんがうざくて毎回布団をかぶって寝たふりをする。お父さんの車が出ていくのを窓から確認してそこから着替えて階下へ降りるのが私の日常だった。お母さんが私の顔を見て「おはよう」と笑う。私はそれすらも無視して無言のまま朝食を食べ始める。いつものことだからお母さんも気にしない。今日ね、お父さんの仕事が終わったら食事に行こう。は？なんで？嫌なんだけど。間髪入れずに拒否をした。お母さんは困ったようにそんなことを言わないでさと食い下がってくるが、どんなに言われたところで行く気はさらさらない。二人で行ってくれば私は適当にやるから。そう言って箸を置き学校へ行くために席を立った。お母さんは小さくため息をつき私の食べ残しを片付け始めた。この時の私には罪悪感なんてものは一切なかった。ストレスの多い学生生活のイライラを両親にぶつけてただけ。本当に子供だった。部活帰りに友達と話し込んでいていつもよりだいぶ遅い帰宅時間。家に明かりはない。二人でご飯に行ったんだな。そんな風に軽く考えて合鍵を使って玄関のドアを開け電気をつけながらそのままダイニングに向かった。カップラーメンかそれともレトルトのカレーにしようか。椅子に荷物を放り投げてストック用の戸棚を漁っているとカウンターテーブルの上の電話がクラシック音楽を鳴らした。お母さんの趣味で設定した着信音。カノンだったっけ。どうでもいいことを考えながら受話器を取って耳に当てた。その後のことはよく覚えていない。どうやってタクシーを呼んだとか、病院の先生が何を話したとか、数少ない親戚が集まって「でもうちは無理よ」とか「それじゃあどうするんだ」とか、記憶が断片的すぎて夢を見てるみたいな感覚。霊安室で並んで横たわるお父さんとお母さん。なんだか寝てるみたいで。あ、そうか。お父さんさ、私がいつも寝たふりするから仕返ししてるんだ。お母さんも私の朝の態度が悪かったから、だからお父さんと一緒になって私にドッキリ仕掛けてるんだ。やだな、もう。こんな趣味が悪いドッキリ全然面白くない。面白くないから。だからもういいからネタばらししてよ。早く起きてよ、お父さん、お母さん。親戚は同情こそしてはくれたが、
私を引き取ろうとはしなかった。もともと親戚付き合いなんてないに等しい間柄だ。施設に入る手続きと家や葬儀の保険の手続きだけはみんなこぞって処理をしてくれた。遺産とかよくわからないからどうだってよかった。私は最小限の荷物だけを持って施設に入った。施設にはいろんな事情を持った子供たちがいる。夜になると親を恋しがるのか、小さい子の夜泣きが施設内に響き渡ることは多々あった。その声が無性に苦しくて、枕で頭を覆って夜を過ごす日々。学校へは通っていたが、誰も私に近づいてこない。突然両親を亡くした私にどう接すればいいのかわからなかったんだと思う。学校が終わると施設に帰り、庭で遊ぶ小学生の子供たちを自室とは言っても共同部屋だが、そこの窓からぼんやり眺めているのが日課になった。頭の中で繰り返されるのは、私の食べ残しをため息つきながら片付けるお母さんの姿。寝たふりをする私に行ってきますと声をかけて出ていくお父さんの寂しそうな背中。お母さんのこともお父さんのことも決して嫌いなんかじゃなかったのに、どうしてあんな態度を取っちゃったんだろう。謝りたくてももうあの二人はいない。手遅れなんだ。思い出すたびに後悔の気持ちで涙が止まらなくなった。孤独感が黒いもやのようになって次から次へと私に襲いかかった。無力な私は立てた膝に顔をうずめて声を押し殺して泣くことしかできない。その日も散々泣いて泣き疲れて眠ってしまった。起きた時はすでに日が昇っていた。胃が縮まったような変な感覚。晩ご飯を食べ損ねたせいだ。朝食の合図とともに食堂へ向かった。朝の食堂は相変わらず騒がしく、職員が私の姿を確認して「おはよう、お腹空いたでしょう」と声をかけてくれた。もう間違えたくない私は笑顔で元気よく挨拶を返した。おはようございます。全員が席についていただきますの挨拶をすると、お腹が減っていた私は瞬く間に自分の皿を空にした。ここの施設では自分の食器は自分で片付けることになっている。慣れない手つきでぎこちなく皿を洗っていると、食堂の入り口から施設長が入ってきて私を見た。あ、食べ終わってたのね。ちょうどよかった。ちょっと一緒に来てくれる？なんだろうと思いながら施設長の後をついていった。連れて行かれたのは施設の入り口だった。門の前には見るからに高級そうな車が止まっている。その手前ではこれまた高級そうなスーツを身にまとった中年の男の人が立っていた。男の人は私を見ると目を丸く見開いた。あなたの父親だって言うんだけど、そんなはずはないって言っても帰ってくれなくてね。施設長が私にこっそり耳打ちをしてきた。父親？いや、私は間違いなくお父さんの子だ。少しだけイラつきながら自分から男の人に近寄ってはっきりと言い放ってやった。父は亡くなりました。私の父親は間違いなく亡くなった父一人だけです。すると男の人は困ったように目尻を下げて耳の後ろをポリポリかいた。その一連の仕草に不意に
懐かしさを覚えた。説明すると長くなっちゃうんだけど、男の人がちらりと施設長を見た。私は少し考えて施設長にうなずいてみせ、室内で話を聞くことにした。応接室に通された男の人は、自分の身分証明書やなんだかよくわからない書類を机一面に広げて施設長に見せた。その一つ一つを施設長は真剣な眼差しで確認している。施設長がそれらに目を通している間に、男の人が私に向かって話を切り出した。男の人は父の弟で、兄弟仲は大変良かったという。父たちの両親が離婚をし、それぞれが父方と母方に分かれて引き取られていったそうだ。父の父親。私にとっての祖父に引き取られた叔父は、そのまま祖父と共に渡米し、向こうで生活をしていた。遠く離れてしまってはいたが、二人はずっと連絡を取り続けていたようだ。そして父は大人になり、母と出会い結婚。夫婦仲は良かったにもかかわらず、父と母の間には子供ができなかった。検査の結果、父の方に問題が見つかり、母はひどく塞ぎ込んだ。申し訳なくなった父は母に離婚を切り出したが、そのせいで余計に落ち込んでしまい、ずいぶん長い間真剣に悩んだようだ。そして父は叔父に一通の手紙を書いた。精子バンクに登録してくれないか。自分が無理なら方法は一つしかない。でもそれならせめて自分の最も信頼する人間に頼みたい。苦渋の決断だったのだろう。父から送られた手紙は、汗か涙かわからないが、濡れて乾いた跡があったと叔父は言った。その手紙は今も残っているが、父から叔父への手紙だから勝手に見せてもいいのか、今でも判断がつかないらしい。書類に目を通し終わって、一緒に話を聞いていた施設長が私の方へ顔を向けた。確かにこの方は戸籍こそ違うけど、間違いなくあなたの父親みたいね。あなたはどうしたい？私は、男の人、いや、叔父の方にちらりと目をやると、叔父の方が先に口を開いた。父と母が亡くなった時、叔父のもとへは連絡が入らなかった。定期的に来る父からの連絡がなかなか来ないことに胸騒ぎがし、急遽日本に帰ってみると、私たちの住んでいた家はすでに母方の親戚の手に渡った後だった。その親戚を問い詰め、そこで初めて全てを知ることとなったとのこと。私を迎えに行く準備をするために一旦アメリカに戻り、再び日本に降り立ったのだ。施設に来て私を見た瞬間、父と母の面影がしっかり残っていることに驚いたという。遺伝子の半分は自分なのに、額や目のあたりが父にそっくりで、口元は数回だけ会ったことのある母そのもの。この子は間違いなく兄さんと姉さんの子なんだなって、そう思った。叔父はそう言って下げた眉尻を隠すように下を向いた。叔父は下を向いたまま話を続けた。私さえ良ければ正式に養子として来てほしい。でもそれが嫌なら叔父と姪の関係でもいい。父と母の忘れがたみの私をどうしても引き取りたい。
それがおじが今回来た理由ということだった。この時私は無意識におじの中に父の姿を重ねていた。驚いた時にまん丸になる目、困った時に耳の後ろをかく癖、寂しい時に下がる眉尻。そんな気持ちを隠したい時は顔を見られないように隠すところ。ああ、この人は確かにお父さんの弟なんだな。そして私の父親でもあるんだな。おじのつむじを見ながらそんな風に思った。成田空港のラウンジでおじから父の手紙を渡された。私が読んでもいいのと聞くと、おじは笑いながらうなずく。大切に保管されていたのだろう。15年以上も前の手紙だというのに状態がとてもいい。少しだけ緊張しながら封筒から便箋を取り出し開いた。手紙の内容は、父には子供ができないこと、母がそれをひどく嘆いていること、おじに協力してほしいこと、おじ以外には頼めない、頼みたくないこと、そして父はこんなことも書いていた。おじの遺伝子ならきっと優しくて賢い子になるに違いない。おじの遺伝子を引き継いだ子を育てることができるのなら、それは父にとって幸せなことでしかない。おじが協力してくれるのならば、父はその子供を必ず愛し抜くと。私は優しくもないし賢くもない。そう思いながら便箋を封筒に戻すと、おじが今度は紙袋をよこしてきた。中はすべて手紙のようだ。君のお父さんとお母さんの君に対する思いがその中に全部詰まってる。よかったら見てみて。手紙の差出人は全部父と母の名前。どの封筒を開けてみても必ず私の写真が入っていた。僕はね、兄さんと姉さんがこうして送ってくれる写真を見て、いつからか自分が本当に君の親みたいな気持ちになってた。それくらいその手紙には君への愛情が詰め込まれてたんだよ。読めば読むほど君が愛おしく思えるくらい。だからその先をおじは言わなかった。だけど私にはおじの言わんとすることが分かった。おじは私を娘にしたいのだ。でも今の私にその気持ちを言ってしまったら、私はイエスとしか言えなくなる。私の気持ちを最優先に考える、そんな優しい父の弟。あれから10年の歳月が経った。パパ、資料はもう送信しといたから私行くね。ああ、ありがとう。パパも後で顔出すよ。わかった。みんな喜ぶよ。私は父の授業を手伝う傍らで、親のいない子たちのための養子縁組を斡旋する民間団体の施設ボランティアをしている。10年前に父に連れられてアメリカに降り立ち、しばらくはおじと姪の関係でいた。だけど一緒に過ごせば過ごすほど、私はおじを尊敬するようになった。そして1年経った時、私からおじに、私のお父さんになってくださいと頭を下げた。するとおじは眉尻を下げながら、お父さんと呼ばないでほしい、そう言った。
途端に恥ずかしくなった私はとっさに家を飛び出してしまう。するとおじは一晩中私を探し歩き、見つけた瞬間に人目もはばからず大泣きしてしまったのだ。びっくりした私は背中をさすったりだなんだして一生懸命おじをなだめた。ようやく落ち着いたおじは、お父さんって呼び方は君の亡くなったお父さんに残してほしいから、だから僕のことは他の呼び方をしてほしい。それが言いたかっただけなんだよ、と言った。ああ、この人は自分が私の父親になった後もお父さんの居場所を残してくれる、そんな人なんだ。私はこの人の本当の意味での娘になりたい。心の底からそう思った。父は時折私の顔を見てからかう。今寂しいって思ったでしょう。私はふんと顔を隠しながら、変なとこがパパに似ちゃったなぁなんて心の中でそんなことを思った。